おはようございます。めぐりかみたちです。今日紹介する動画はフレッシュのアーモンドとフレッシュのハシバミノアゼットですねの割り方を紹介したいと思います。どちらとも出回る時期が非常に短いので貴重な食材の一つになっています。アーモンドに関しては4月5月、ハシバミは8月9月に出回る食材です。それでは一緒に割っていきましょう。まずはアーモンドですね。このように見てもらったら分かりますけど、ちょっと丸みを帯びている方、先っぽの方を上にして叩くと、多分聞こえると思うんですけど、パカッっていう音がするんですね。そうすると中の硬い殻まできれいに割れています。このようにですね、丸い方を上にして先っぽの方を叩きます。このようにね、パカッという音が聞こえたら中まで割れています。表面は果肉に覆われていて、中に、梅干しの種みたいな硬いものがあります。その中に入っているのがアーモンドになりますので、このようにまず金槌で割っていきます。その後このようにですね、割ってやると中に入っています。これが皮がついた状態のアーモンドです。このようにですね、周り果肉があって中にノワイオですね、硬い殻があります。この先がきれいに割れてますので、そこを割って中からアーモンドを取り出していきます。それでは最後の一つです。このようにノワイオはきれいに割れています。ここを割って中から皮付きのアーモンドのフレッシュを取り出します。これすべて取り終わったらですね、薄皮を剥く前に軽く水につけます。そうすると剥けやすいです。これちょっとつけた後ですね、この後薄皮を剥いてやるときれいな真っ白な、食感はカリカリとした美味しい歯ごたえのあるアーモンドです。これが出てきます。これでフレッシュアーモンドの下処理が終わりました。本当にフランスでも4月5月しか出回らない貴重な食材です。もし手に入れば、美味しいのでぜひ味見してみてください。続いてハシバミですね、ノアゼットを紹介していきます。このハシバミですけども、一つにだいたい6個ぐらいついてますので、まず一つずつ分けていきます。あとはもう金槌で先っぽの方を叩くと、きれいに割れます。太いところを叩いてしまうと中の実まで割れてしまいますので、先っぽの方を叩くときれいに割れますので、先を叩いてアーモンドと同じように中を取り出していきます。少し取り出しにくいですけども、あまり粉々にしてしまうとせっかく丸のまのノアゼットが欲しいので壊れてしまいますので、先っぽの方をうまく叩いて頑張って割っていきます。できる限り丸のままこのようにノアゼットを出していきます。出し終わったらいろいろ使い方ありますけども、トリュフスライサーなどでですね、このように薄くスライスして骨包みたいな感じにしてもいいですし、もちろんコンカッセにしてそのまま食べても美味しいです。このようにですね、手に気をつけながらトリュフスライサーでスライスすれば非常に薄くて綺麗なこういう骨包ができます。あとは同じようにトリュフスライサーを使ってお皿の上に直接スライスしてドレスしても構わないと思います。このようにですね、スライスしながら、今回はまな板の上にスライスしてますけども、料理の上に直接スライスしても非常に可愛くて美味しいです。非常に珍しい食材なので、もし日本で手に入れば試してみてください。今回はアーモンドとノアゼットのフレッシュの割り方を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。
ボナペティ。